落語、顔は立派だが情報筒抜け、昔のメガネってものは見えりゃいい。あとは少し格好がつけば上等。そういう道具でございました。ところが今は違う。メガネのくせに文字を出す。理知を教える。翻訳する。原稿まで出す。とうとうメガネまで口は聞かねえくせに物知りになってまいりました。師匠、サバイ発もスマートグラスが出るそうですね。そうらしいな。名前は SABERA。サベラ。サバエと新時代をくっつけたそうだ。いかにも今時だが、物はなかなか筋がいい。どこがいいんです？まず見た目だ。いかにも機械ですという顔をしてね。普通のメガネに近い。しかも 40g で軽い。右目にだけ文字が出る単眼式。これは賢い。いきなり両目にごちゃごちゃ出されるよりずっと自然だ。しかもカメラもないんですよね。そこもいい。今時顔にカメラがついてると、それだけで何を撮ってるんだって空気になる。サベラはそれを避けた。スピーカーもない。つまり騒がしくねえ。でもマイクはついてる。静かに文字だけ見せる。これはかなりわかってる。じゃあかなりいい製品じゃないですか。ハードはな。だが問題は中身だ。宣伝の画像を見る限り、Google ロゴが出てる。しかも最新 AI モデル搭載を売りにしてる。つまり頭の中身は Google 系 AI って顔をしてる。それがまずいんですか？まずいかどうかは使い方次第だ。だが気になるのは自然だ。Google の Gemini Apps じゃ会話や共有したものの扱いに保存設定があって、人のレビューが入る場合もある。しかも長く残る話まで出てくる。仕事の資料やちょっと機密っぽい話を流すには気軽とは言いにくい。確かにメガネは慎重なのに AI が雑だと困りますね。そこなんだ。このメガネカメラもない、スピーカーもない。つまり派手な未来道具じゃなく、静かにマイクで情報だけ受け取る道具なんだ。だからこそ、中に入れる AI も慎重でなきゃならねえ。じゃあどうあるべきなんです？簡単だ。AI を選べるようにする。あるいは AI なしでも使えるようにする。通知だけ、原稿だけ、道案内だけ。そういう軽い使い方も選べるようにする。全部を一つの雲へ流す時代じゃねえ。なるほど。せっかく顔つきは自然なんだ。なら中身も選ばせてほしい。サバエの顔で頭の中身が全部よそ任せじゃ少し落ち着かねえ。つまり今回の話は、メガネの顔つきは立派だ。だが本当に大事なのはそのメガネ、セキュリティの専門家のおメガネにかなうかってこった。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。サベラ、スマートメガネはハードとしてはかなりいいです。アスキー記事では、サベラは普通のメガネに近いデザインで、日常利用を前提に設計され、仕事の中で必要とされる機能を一つのメガネに集約した製品だと説明されています。関連記事でも 40g 単眼単色ディスプレイ、カメラなし、スピーカーなしという方向性が確認できます。つまり、目立つ未来ガジェットではなく、あらゆる場所で自然に使えるメガネ型デバイスを狙っているわけです。ここで大事なのは、画像に Google ロゴと最新 AI モデル搭載が出ていることです。このため、Google 系 AI 連携を前提にしていると見るのが自然です。ただしここで注意したいのは、Google の AI サービスは一枚岩ではないことです。Google の Gemini Apps では、Keep Activity がオンなら、会話や共有した内容が保存され、指定の自動削除設定は18ヶ月、さらに人間のレビュアーが確認したチャットは、削除後も最大3年保持される場合があると案内されています。しかも Google 自身が
機密情報や個人情報を入れないよう注意しています。これを見れば、機密用途で不安を感じるのは自然です。一方で、Gemini API の有料利用やクラウドトランスレーション API は事情が異なります。Google の公式資料では、有料の Gemini API はプロンプトスラッシュレスポンスを Google 製品改善に使わないとされ、クラウドトランスレーションも送信したテキストや翻訳結果を API モデル改善に使わないと明記されています。つまり、Google 系 AI は全部危ないと一括りにするのは不正確です。問題は、サベラがどの層の Google サービスを使うのかが、公開情報からは十分見えないことです。だから不安の芯は、単に Google だから嫌だではありません。サベラはカメラなし、スピーカーなし、単眼表示という慎重な設計で、周囲に警戒されにくく、あらゆる場所に自然に顔を出せるのが強みです。だからこそ、AI 側の設計が不透明だと、利用者からすると、これは便利なメガネなのか、それとも情報の出口が見えにくい端末なのか、という違和感が出ます。実際にスパイ活動だと断定するのは行き過ぎですが、そう見えてしまう構造があるのは確かです。要点をまとめます。第1に、サベラはハードとしてかなり筋がいい。第2に、Google 系 AI 前提と見るのが自然である。第3に、Gemini Apps の保持、レビュー方針を見ると、機密用途では不安が残る。第4に、ただし Gemini API 有料版やクラウドトランスレーション API は学習不使用が明記されており、事情が異なる。第5に、本当に必要なのは、サベラがどの AI 層を使うのかの明示と、AI を選べる設計だということです。つまり、サベラはハードとしてかなり有望だ。だが評価を決めるのは、AI の扱いがどこまで透明かだ。そういう話です。出展、ASCII-JP、JIG-JP、次世代スマートメガネブランド、サベラ、新製品発表会を開催。AV ウォッチ、日本初、サバエデザインスマートグラス、サベラスマートメガネ。Google Gemini Apps プライバシーハブ、Google AI for Developers、Gemini API ビリング、Google クラウド、クラウドトランスレーションデータユーセージ FAQ。最後に重ねて、高評価、チャンネル登録、LINE での拡散、お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。